皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。待ちに待ったプラダを着た悪魔2なんですけども、アメリカ時間の公開初日に見に行ってきました。まずね、聞いてほしいんですけど、最初、公開初日の夕方行こうと思ってたんですね。4時以降、5時、6時とか。そしたらチケット代が28ドルいくらとかってもうほとんど30ドルなんですよ。でって思っていろんな時間見たら午前中に行けば、20ドルぐらいなんで、だったら朝行こうと思って午前中行ってきたんですけど、そしたらねガラガラでした。私ギリギリ映画始まる前まで私一人で座ってたんですけど、映画始まる直前にもう一組の方たちが来て、でもそれだけです。今アメリカではダイナミックプライシングっていうのがね始まったそうで、新しくて人気の映画は値段高くする。しかも金曜日公開だったので、金曜日の夜とかやっぱりデートナイトなので人気の時間帯だから、そういう時間帯を高くする。そしてもう結構一通りみんなが映画見に来て終わりそうな映画とか、早朝朝割りみたいな感じですよね。そういうのをちょっと安くするっていうね、ダイナミックプライシングっていうのが行われてるんで、それにポップコーンとかねつけたりとかするとかなりの、カップルで言ったら、100ドルぐらいいっちゃうのかなっていう感じでね、子供もね2歳以上で25ドルなんで、すごいなって思いました。なのでね、24時間で興行成績100億到達とかって言ってましたけど、この値段なら行くかもねっていうね感じでした。で今回ねこの2、結論から言って私は、映画のチケット代の価値はあったと思いました。2時間エンターテインメントされて、充実して面白かったり、ファッション見てってなったりとか、そして本当に感動して泣いちゃったりとかあったんで、エンターテインメントとしてはもう100点。ただツッコミどころはねもうねめちゃくちゃいっぱいありましたね。一言で言ったら仲良しグループの同窓会コメディっていうことなんですよね。私がすごい感じたのは、アダム・サンドラーさんの映画で仲良しグループが寄ってたかって自分たちが面白いことして笑ってるのを見せている。それで毎回撮影のたびにどっかいいリゾート地に行ってお金使っているってね、それでアダム・サンドラーさん時々叩かれてるんですけど、今回ねこのプラダを着た悪魔2ではね、やっぱりもうみんなで寄ってたかってイタリア行って、もうすごい綺麗なところでね美味しいご飯食べて、そういう風に楽しくやってたんだなっていうのがすごくわかる、そういう和気あいあいとした雰囲気でしたね。私はねもうそういう単純なアメリカ映画だってコメディだっていう感じでもう受け止めてハハハって笑って楽しんでたんですけど、やっぱりね、Z 世代ミレニアムとかね、若い人たちからはすごくバッシングされてるみたいで、結構ね星2つとかってねついちゃってるんですよね。じゃあ映画の中身の方なんですけど、言った通りこれ本当単なるコメディなので、言ったら大してストーリーに意味はないですストーリー意味なくて、ただ見て面白いっていう感じのものです。それとメッセージ性はありません。1の時と違ってシーンが通ってこの作品が伝えたいことはこれですっていうことがないです。なので私コメディ、ただ見て面白いコメディっていう言い方したんですけど、そういうことですね。っていうのもみんながすごく嫌だって言ってるのは、はい、じゃあここからねちょっと内容入ってないと話せないので、この先はネタバレ含みます。はい、まずねやっぱり1作目でみんながすごく感動したっていうのが、やっぱりアンディがね憧れのファッション世界のキャリアを捨ててですね、やっぱり家族や友達を大切にしようって思ってみんなが羨むというミランダのアシスタントの地位を退いたわけですよね。そこが良かったっていうことなんですよね。キャリアや
お金やそんなものよりやっぱりね、もっと大切なものがあるっていうことを教えてくれた映画ですっていうねことなんですけど、今回その冒頭からね、仕事がなくなったからって言ってもうまた同じ条件のところに戻っちゃうっていうね、もうそこから結構ねキャラの崩壊っていうのがあるんです。でもね、なんとかの手段で戻らなきゃいけなかったんでしょうけどもね、それですんなりね、そんな今のご時世ね、一日もクビになった後一日も失業経験なくすぐに次の仕事で、しかも働き慣れた職場に戻れるなんてね、なんてラッキーなやつなんだアンディってやつはっていうね感じなんですけども、その辺今ねちょっと若い人たちが就職なんでね苦労してるっていうのもありましてね、その辺がねやっぱりね見てる人に寄り添ってないのかなっていうのがあったんですよね。それでそのクビになった直後、いくらランウェイに戻って給料が2倍になったからっていきなりねニューヨークでアパート買いませんよね。しかもデザイナーズアパートメント、ちょっとね本当に何のためにアパート買わなきゃいけなかったんだろうって。アパート買ったのは新しい恋人役の人を出させるためなんですけど、別に買わなくても他のところで出会えなかったのっていう感じですよね。だってランウェイなんていつクビになるか分かんないのに、そもそもね新しいですよ。新しくできたデザイナーズアパートメントであんだけ広い部屋だと軽く3、4億ぐらいはしますよね。なのでね、頭金2億ぐらいキャッシュで払って、それからローン組むっていうねシステムなんですけども、アメリカは、元銀行員なのでちょっとローンうるさいんですけど、オリジナルの時もね、この服どこで買ったのとかっていう謎があったじゃないですか。今回もねこのアパートね、わざわざね彼氏出会わせるためだけにアパート買うっていうのが、ちょっと壮大すぎますよね。今回はアナ・ウィントワー参考にで、業界もそのファッション業界、出版業界も関わってこの映画作ってるんですね。なのでそんなにすごい予算もあってっていう感じなんですけど、なのでいろんな人の声聞かなきゃいけなかったんです。なのでキャラクターも一貫してないし、どっちに行きたいんだっていうね、ブラックジョークになりたいのか、そっち業界に気を使って、さらにはああいうね多様性の人たちにまで気を使ってね、どこに行きたいんだっていうね、結局ね誰をも喜ばしてないっていう結果になっちゃったんですよね。アン・ハサウェイさんね、もともとねアメリカで嫌われてる女優の結構トップの方だったんですよね。彼女綺麗なので、それだけでも鼻につくっていうのがあったと思うんですけども、でもねやっぱりね本人が良かれと思って言ったことが一般人を怒らせるっていうような感じの発言がちょっと多めっていうかね、本人が性格悪くて言ってるとかじゃなくて、本人は好かれたくてっていうのかな、いいこと言ってるつもりなんでしょうけど、彼女が言うと腹が立つみたいな感じかな、いわばね。そういう存在でね、一時期はね私はもう人に好かれるのは諦めましたとか言って開き直った態度をやってたんですけど、またね今回はねなんだか知らないけど、今回はね痩せたモデルを排除するとかっていうねゴシップがね出てたんですけども、アンさんねずっとこのプラダを着た悪魔2やりたくないっていう風に公言してたんですよね。2年前ぐらいまではあれには2はいらないんだ、ああいうような映画が見たかったらオリジナルを見ればいいっていうのをずっと言ってたのに、突然気を変えて作ったんですよねこの映画。しかも本人がプロデューサーで、なのでやっぱりセットでも発言権があったっていうことなんですけど、今回ね痩せてる女の子がほとんど出てません。それでオフィスの方にもチャーリーズ・チェアとかいうすっごい大きい男の子とアシスタントのアジア人の女の子ですよね、そういう風になってて、スクリーンの中で常に自分だけが綺麗に映るようにセットしてあるとかって言われてたんですよね。で本人は後から違うわって、あんなにガリガリの子ばっかりいて若い人に悪い影響があるから、もっといろんなキャラクターを出しましょうって私が言ったのとかっていろいろ言ってたんですけど、でも例えばチャーリー太った男の子だってアンディが仕事やっててどれだけ忙しかったですか。もう一日中ニューヨークの街走り回って電話とかかけまくって
あれだけミランダの仕事をこなしてたわけですよね。で彼が椅子から立ちもせずにその仕事どうやってやるつもりなんですかっていうのもそうですし、もしも憧れの防具とかでああいう人たちばっかり働いてたって知ってたら、これはまた差別主義者と言われちゃうかもしれないんですけど、ああいう感じの人たちが作ってる雑誌だったら読みません、はっきり言って。憧れも何もないじゃないですか。やっぱりファッションって、映画の中でミランダが言ってる通りアートなんですよ。アートなの。なので日常では自分が手に入れられないこのファンタジーの世界をちょっとこれを見ることによって一瞬この世界に没頭するっていうファンタジーをね買ってるわけで、それがあんな普通の子たちが作ってるものだったら欲しくないかなっていうね感じもします。そして新しいアシスタントのインド人の子ですけども、あの子がねほとんどねミランダが今の時代言っちゃいけないことを言わないように見張ってる人事部からの見張り役みたいな感じになっちゃってるんですよね。なんかどっちが上司かわからない。お前はなんでそんな偉そうなんだよっていうね。今の若い子ってああいう感じなんで、もしかしたらそれに対して嫌味でやってんのかなって私は思ったりもねしたんですけどね、もういろんなことがねもうね詰め込みすぎてて、一体何を言いたいんだって、これを良しとしてるのか何なんだっていうね感じだったんですよね。私がAnd Just Like That のシーズン2のレビューの方でも言ってたんですけど、ボディポジティブっていう言葉がねやっぱり使われててね、太ってる人とかのことをファットとかって言っちゃいけないのでボディポジティブっていう風に呼んでるんですけど、中でミランダがボディネガティブって言ってたんですね。そういうね、だからミランダにちょこちょこ言わせてる部分もあるんで、その意図としてね若い世代の今多様性に寄り添いたいのか、それとも何なんだっていうね駆け引きが、ね、ちょっとうまくいってなかったように思いますよね。そんなわけでですね、アンディにはもともと期待してないんで別にいいんですけど、ミランダですよね。メリル・ストリープさんね、今回ねさすがだなと思ったのね、彼女かなり体重落としてましたよね。もうねうわーっていうぐらい二の腕が細くて、やっぱりハイファッションのジャケット着こなす時にやっぱりね肩からなんか二の腕がそこからヒュッと落ちてるっていう感じのねデザインの洋服着てることが多かったんですけど、かなりお痩せになってたと思います。わあやっぱさすがだなと思いました。ただねやっぱり今回ねアナ・ウィンターさんに見張られてるっていうのがありますんで、キャラクターがねかなりもう丸くなっちゃってましたよね。もうねよく喋るし笑顔とかまでしちゃう。20年経って彼女もねこの時代の流れに逆らえない人事部からもいろいろ言われるで頑張ってるんだっていうね感じだったんですけど、でもリアリティとしてね彼女ほどの人が結局20年間出世もしないで同じポジションにいる、ナイジェルもですけど、それがねなんかちょっともっと高みを目指してヨーロッパ行って別の雑誌で働いたりとかしないのかなって。全く同じ席で20年間をね甘んじてみんなの文句、人事部とか部下の文句受け入れて丸くなっちゃったミランダっていうのはねすごくね、つまらない。メリル・ストリープさんがやってたんでつまらないっていうところまでは落ちてませんでしたけど、やっぱり悪魔がいない、映画の中に悪魔がいないなっていう風にすごく感じました。で結局ね今回エミリー・ブラントさんがもう食いましたね。この映画ねめちゃくちゃ面白かったです。彼女が特に彼女の彼氏役であるジェイソン・スローさんもめっちゃ面白いんで、この組み合わせめっちゃ面白かったんですけど、彼はあれです。フレンズのレイチェル役でおなじみのジェニファー・アニストンさんがねブラッド・ピットと離婚した後にジェイソンさんと婚約してました。その後別れちゃったんですけど、彼がねめっちゃ面白いですよね。あれがねジェフ・ベソスとイーロン・マスクの、ハイブリッドみたいなキャラクターで、でもほぼほぼジェフ・ベソスなんです。でエミリー・ブラントさんが今のジェフ・ベソスさんの新しい奥さんの唇お化けを
やってるわけなんですよ。あの二人にこのね映画ね食われちゃいましたよ。それでまあそうそうジェイソンさんとメリルさんが最後の晩餐の絵の前でする会話があるんですけど、どうせAI にこれからのね時代ね AI にね取って代われるしね、ファッションがアートだとかって言ったっていつか朽ち果てるんだみたいなねこと言われてね、私その時にすごいメリルさんはね何とも言えない顔をしてるんですけど、その時に私と隣の芸の男の子がだけどルーシー・リュウさんがそのジェフ・ベソスの元嫁でもう大金持ちで、結局彼女がねランウェイとミランダとアンディを最後救ってくれるっていう話なんですけどもね、もともとねアンディねルーシー・リュウさんの電話番号も知ってんのになんでまたみんなに電話かけてんだよっていうね感じですし、それでもってまたやっぱりミランダの暴露本書いて契約金 350K、3500万、5000万ぐらいですか日本円にしたらね、5000万ぐらいの契約金をもらおうかなって思ったりとかね、本当にねなんでそうなるのって、しかもねなんでそうなるってことの上に20年間もジャーナリストとしてやってきて、自分がそういうことしようとしてるっていうねことをなんでミランダにバレないと思ったんだよっていうね、本当にねちょっとねアンディね頭いいっていう設定でなってるんですけど、ファイナンシャルディシジョンもわけわかんない、人間関係もわけわかんないじゃないですか。結局エミリーとは裏切り合ってやってるわけですよねお互いに。でなのに最後いきなり親友みたいな風になってお茶してあははははみたいな、何なんだお前らはっていうね、そういう感じでした。でしかも最高金持ちの彼氏に捨てられたエミリーさんがですねディオールの重役だったのに最後ディオール辞めてコーチに入るっていうね、何なんだよそれって破局したことと関係なくねって感じなんですけど、その時にね結局ねアンディとねランチで会った時にねキスロックをね椅子のとこにね置いてたんですよね。それでもってねお葬式のシーンは結局ねミランダもちろん死にませんけど、死んだのはアーブです。ミランダより上の雑誌を持ってるじいちゃんですね。あの人のお葬式のシーンでアン・ハサウェイさんがこれを持ってる写真が流出してたんですけど、実際のシーンでは違うバッグを使ってました。しかも全然一瞬しか写ってないっていうか、もうお葬式のシーン自体がちょっと喪服でナイジェルと歩いてるだけっていうね、そんな感じでしたね。エンタメとしては全然面白いです。普通にこのゴールデンウィーク見に行って普通に楽しめると思います。ただ最初の作品が大好きでコーポレートマニーに心を売らなかったアンディを好きだった人はがっかりさせられるとは思います。ただミラノでのファッションイベントでマドンナのね防具に合わせてみんなでこうね毎回シーンごとにバッてこう衣装が変わって歩いているとこはもうね鳥肌立つぐらいね楽しかったですね。その後ね結局ねレディー・ガガさんがレディー・ガガ役で出てきて1曲の半分ぐらいもう普通にパフォームしちゃいます。あれがなんかマドンナへの当てつけだなんていう話も聞いたんですけど、ごめん、曲だけの防具に全然勝ってるパフォーマンスではありませんでした。しかしねエミリー・ブラントさんのねウエストの細さには本当にびっくりさせられました。もうアーブのお葬式で着てたドレスとかでも最高ですね。彼女からしてみれば彼女は結構普段もっとシリアスな映画出てるじゃないですか。なんか片手でこう腕立て伏せするようなすっごい体鍛えたりとかしてるので、ああいう映画に比べたらこのダイエットぐらいでウエスト絞るなんて朝飯前で本当に楽しくねやってたんじゃないかなって勝手に想像してます。マーク・ジェコブスさんとドナテラさんも出てます。では今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。さとこでした。